こんにちは。こんにちは。ではですね、お待たせしましたというか、そうですね。Vlog の4弾の、後編の方ですね。前回に引き続きお送りしたいと思ってます。で、前編ですね、前回のお話の中で最後触れさせていただいた、話なんですけど、後編に関しては、シェルマンって言えばやっぱり3大ブランドのドレスウォッチだよねって思ってくださってるお客さんってやっぱり多いのかなって思っていて、実際にそれで来てくださるお客さん多いので、じゃあでも初めてヴィンテージの時計触るよってなった時に、そういう3大系のドレスウォッチっていきなり買って大丈夫ですかって思ってる人いると思うんですよ。そうですね。そこについてじゃあシェルマンとしてっていう意見と、僕の意見も踏まえてお話ししたいなっていうふうに思ってますので、最後までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけで1個目早速なんですけど、ちょっとバシュロンと AP かな、でも主にバシュロンの話をしたいなって思ってまして、結論から言うと初めてのヴィンテージウォッチに3台のドレスウォッチ選んで OK だと思ってるんですよ。いろいろ理由あるんですけど、やっぱ総じてムーブメントとかのクオリティが高いなって思っていて、確かに。結構その精度を出せちゃうなっていうのが前回と同じで年代による部分はやっぱりバシュロンとか3台でもあるんだけれども、そこそこうちが選んでるようなやつでよっぽどマニアックなやつじゃなければ普通に実用に耐えうるよねっていうのがまず根本的にあるんですよ。でそういった中でじゃあまず最初になんでシェルマンなのにバシュロンとか AP の話しようとしてるのかっていう話なんですけれども、まずね個人的な意見としてムーブメントはねいいんですよ。パテックもいいんですけれども、特にそうだな、初めての人だったら60年代以降の薄型のムーブ積んでる薄型ドレスのバシュロンと、もしあとあれば AP オーデマはめちゃくちゃおすすめですね。キャリバーがね、ご存知の人多いかもしれないんだけれども、特にバシュロンなんかは大体ルクルトのムーブ使うんですよね。このぐらいってもっと昔から大体ルクルトが多いんですけれども、で、60年代以降の、例えば手巻きの薄型っていうとキャリバーでいうと1001番とか、1002、1003っていう風にスモセコ、センターセコンド、あと、2進みたいな感じになるんですよ。で、AP だったら2001、2002、2003ね感じなんですけど、これはね図抜けてねやっぱりね精度が僕の中で出せるイメージなんですよ。っていうのは僕も AP の方では使ってて2002なんですけれども、やっぱりね困った記憶がそんなないんですよね。なんかその瞬間的にその部品探さなきゃっていうのは個体によってはあったりはしたんですけれども、じゃあそれ踏まえた上でちゃんとオーバーホールしてもらって精度チェックして、なんかその精度的になんかちょっと安定しなくてっていうのがあんまりないんで、初めてやっぱりね使っていただく中で、安心してご紹介できるキャリバーだなって思ってますし、あと息長いんですよこのシリーズのキャリバーって。特に1003なんかはそうなんですけれども、2010年ぐらいにバシュロンがヒストリークのねシリーズでごめんなさい、薄型のエキストラフラットとかやつかな、ちょっと詳しい番号とか忘れたんだけれども、薄型のやつを復刻版で、ヒストリックってそういうシリーズなんですけど出すんだけど、そのキャリバー1003使ってるんですよ。へー、今更っていうかもうねずっとそういう感じでなんか絶え間なくね、使ってんですよ。だから大体ね40年以上は1003とかに限ってやっぱ使ってて、やっぱりね弾数は多いじゃない結果的にっていうキャリバーのあるし、それだけそれこそその現行のさ2010年代って、もちろんね3台とかだとロービートのもあるんだけどさ、ハイビート機が主流の中で、わざわざこの近代の中でロービート機をしかもその40年以上使っているようなキャリバー引っ張り出して
入れて使ってますよってちょっとねあんまりないじゃない。他のブランド、パテックとかでもないしオーデマとかでもちょっとごめんなさいあんまり記憶にはなくて、あったのかもしれないけどね、それぐらいこの10123のキャリバー使ってる時計っていうのはめちゃくちゃね安心できるんですよね、僕お客さんに紹介する上で。なのでまあおすすめっていうのがありますし、あとねまあこれ薄型ドレスっていうカテゴリーにおいてはなんかね個人的にはパテックがおすすめなんだよね実は。っていうのがこのキャリバーがね一回り同年代のパテックの手巻き小型キャリバーよりもちょっとちっちゃいんですよ。ちっちゃいね。一回りちっちゃいんですよ。で1003に至っては加えて厚みが半分とかそのぐらいなんですよ。なのでそうすると何が起きるかって話なんだけれども、多分ね機械の精度とかのクオリティはそんな遜色ないんだと思うんですけれども、ムーブメントの径が小さいってことは薄型の時計を作る場合はケースのデザインの制限がね少ないんですよ。結果として当たり前なんだけど自由度高い。自由度高いんですよ。一回りでかければやっぱそれだけやっぱり使えるケースって限られる中で、このルクルットベースのこの1000番台2000番台のキャリバーっていうのは小型でありながらちゃんと精度も出せる。で故にケースも自由度が高いってなってくると、薄型の時計をいろいろ僕は好きで見るんだけれども、デザイン的にグッとくるのって意外とねパテックよりもバーシュロンオーデマの方が個人的意見としては多いっちゃ多いんですよ。パテックまた別の良さがあって後でちょっと話すんだけれども、薄型狙うんだったらねおすすめなんだよね、バシロンとかオーデマ。僕もだからこれ使ってるやつはもう一目惚れしちゃって買ったんだよね。初めてじゃない、2個目ですこれ。自分が買ったアンティークの時計の中ではデパートのヴィンテージウォッチフェアでフラッと入ったところでたまたま会っちゃって、薄型なんだけどめちゃくちゃ存在感がある。そうですよね。薄いけどちゃんとメリハリ効いてるとか、立体的な造形が非常にうまくって、それはねパテックの薄型とかも日々お店で見てるし、それはそれでいいんだけれども、僕が結局手にしてる使ってるのってこっちなんだよね、オーデマなんだよね。なので、そこはねやっぱりねちょっとパテック好きって人もいると思うんですけど、薄型ドレス探そうかなってなったらばちょっとねこの2ブランドはね一旦見てほしいんですよね、どれもね。あとはねやっぱね僕って言ったらあれじゃない、確かにハリハリ言ってるでしょずっとブログでもハリハリ書いてるけど、やっぱりね特にバーハンドバーインデックスはねAPとバシロンですよ。絶対じゃないんだけどね、これなんだろう、僕の趣味になっちゃうからね別に違うよってお客さんもいるかもしれないんだけれども、 AP とバッシュロンはねやっぱりねバーハンドうまい、作りが結構ね細いんですよ。パテックもバーハンド作るんですけど AP とバッシュロンはねより細い感じ、平均値取れば全般的に細くって、で先端がめちゃくちゃ鋭いんですよ。もうお裁縫するための針ぐらい鋭くってかなりスマートなんですよね。なんだけどペラペラじゃなくってちゃんと立体的に作られてる。確かに。細くて薄く作るのは全然簡単なんだけど、細いんだけどちゃんと立体的にかつ厚みを持って作るってやっぱね手でなきゃできないし腕良くないとできないと思ってるんですよ。で特にこれなんかそうなんですけどね、袴針のセンターセコンだとより引き立つんだけれども、袴の形状もめっちゃ綺麗なんですよ。特にセンターセコンドで針3本使ってるとなんかねもう山みたいな、富士山みたいな山みたいに綺麗な三角形が袴の形状でもって作られていて、それがかつ傾けてもさ隙間がかなりねタイトにクリアランス詰めて立て付けてるから
隙間がスカスカじゃないんで、どっからどう見ても綺麗な山みたいにね、形作られていて、これはね僕ねやっぱドレスウォッチ語る上ではねめちゃくちゃ重要なんじゃないかなって思ってるんですよ。っていうのがまあドレスウォッチって道具ツール以上に美しさ、まあアクセサリーっていうとちょっとカジュアルな感じに聞こえちゃうんだけれども、やっぱ身につけて美しいなって感じさせるのが、まあ、僕は主だと思ってるんですよ、目的としては。そうなった時にこういうクリアランスとか一見ちょっと分かりにくいような部分もとことん作り込んでいて、でやっぱりね他のとは違うんだよね。こういうこれもさガラスと文字盤の間がないんだよね、ほとんど隙間が、空間が。これもうすごい薄いね、ガラスないじゃんっていうぐらいキツキツまで詰めてて、でもこれだけ立体的な針を収めてるってちょっとないんですよ、今の時計で簡単にはちょっと見つけにくいと思う、こういう作りのは、似たデザインはあるよ。バーインデックスのドレスウォッチっていうのは山ほどあるけれども、ディテールとことんまで突き詰めてみて同じレベルで作ってるようなドレスウォッチってちょっと簡単じゃないんだよね、そこはね一番推したいところでもある。この3台のドレスウォッチの中でムーブメントとかは結構綺麗なやつもいっぱい現代でもあると思うんだけど、針の立体感とかその外装面まで含めてディティールこだわって作ってるやつってちょっとね簡単じゃないですよ、探すのが、あったら逆に欲しいなって思うぐらいなくって、それはねちょっとねなんかね目超えてる人ほどね見てほしいなって思ってるんですよね。まあで結局さ、まあクオリティは高いんだけど、価格がね結局この辺とかってうまいこと探すとまだね100万円切れるんだよね。あ、そんな安いんやね。まあコスパとかってあんまり3大ブランドで使いたくないなって思ってるんですけど、でも安いんだよね、物の作りに対して。3台ってもう100万以上するのが当たり前みたいな。ねえそうじゃん。結構そういうの増えてきてるし、ヴィンテージもだいぶそうなってきちゃってるんだけれども、今回そのなんだろう、薄型のっていうところをちょっと強調したい理由は、まだ100万切れるの見つけやすいっていうのが非常に大きくて、どうなのかな、パテック好きな人って、本気で好きな人ってもう割とパテック一筋な人多いんですよ、もう他のブランド目もくれずっていう風に探す人結構多いんで、そういう人にあえて勧めようとは僕も思わないんだけれど、ただ、ヴィンテージの時計まず関心持ちました。で3台系というか、ドレスウォッチで純粋に質のいいものが欲しいよってお客さん、結構うち来るんだけど、そういう人はねお話聞かせてもらって、お客さんのなんとなくこの人そうだなって思った時は結構強く押すのってパテック以上にバシュロンや AP なんだよね。AP ちょっとレアだからその弾数ほとんどないんでだいたいバシュロンになっちゃうんだけれども、価格よし作りよし、で結構だいぶねいいコンディションのやつは昔と比べれば減ってきたけど、言ってもまだね見つけられるから、そういった意味でもうスタートのヴィンテージウォッチかつドレスウォッチいいやつでこういうの手に取ってもらうと、本当にこの時代の腕のいい職人さんの手の技っていうのがしっかり感じられるなっていうふうに思っていて、実は一番おすすめなのが薄型のバシュロンおよび大手間って感じなんですよね。でやっぱりパテック、シェルマンならパテックなんでもちろんここも触れてくんですけれども、パテックはまたねやっぱりね違う良さだよなって思っていて、さっきその薄型の話をしたんですけれども、そのジャンルはね僕の感覚だと2ブランドに譲るものが多いかなとは思ってるんですが、逆にボリューム感、存在感、重厚感、そういうものを求めていくと
パテックだね。今度はパテック最強かなっていうふうに思ってますね。やっぱりねケースのねボリューム出し方うまいなって思ってて、そもそも96っていうのがカラトラバの一番最初のモデルだっていうのは知ってる人も多いと思うんだけれども、あれってめちゃめちゃ小ぶりじゃない？一般的に考えれば小さいでしょ。30.5 ミリっていうのは、なんだけどあれってね腕乗せると立体感がすごくって、当時あれ狙ってやったのか分かんないんだけれども、結構エッジパシパシって立って厚みもねケースに対してはしっかりあるやつだから、腕乗せると存在感があるんですよ。でそういう時計がやっぱパテックうまい、そういう時計の方がなんか息長かったりとか、なんかそのモデルチェンジしてもここからデザインの流れ組んでるなっていう風に感じるものが多いんですよ。なのでボリューム感求めたらやっぱパテックだなって思うし、あとやっぱ針だよね。パテックのやっぱ針の話するけれども、パテックは逆に今度ドルフィン針、いわゆるカラトラバで一番皆さんがイメージするようないわゆる三角形の針ですよね。ああいうね立体的で重厚感のある針作らせたらやっぱ僕パテックだなって思う。そこの土俵は、だからこれのねまさにそれなんだけれども、この厚みってやっぱりねこの年代のものと他の年代のものとでは全然厚み違いますし、先端の鋭さとかも含めてやっぱりね僕はこの時代のドルフィンにやっぱり惹かれちゃうんですよね。そういうね立体感はねほんとすごくてね。あとあれかな、僕ブログの自己紹介のやつでも書いてるんだけど、リーフハンドが一番好きな針なんですよ。もうね書いてありますね。書いてあったでしょ。リーフハンドもパテック最強だなって思ってます。リーフハンドは逆にこのドルフィンハンドと比べればちょっと繊細な感じするじゃないですか。流麗な曲線で描かれてるし、シュッとした針だからドルフィンとはちょっと違うかなって思うかもしれないんですけど、あれもね美しい曲線と繊細さがありながら厚みとか立体感がねず抜けていいんですよ。あれ超えるあれっていうかそのヴィンテージのパテックのリーフ超える針ってリーフのジャンルで僕現行でもヴィンテージでもちょっとあんまり浮かばないですね。それぐらいやっぱり惚れちゃって、僕がそもそもこのヴィンテージアンティークの世界に飛び込んだのってやっぱこの部署に配属した 7,8 年前なんだけれども、そこでその時最初はやっぱり現行の時計しか知らなかったもんだから、そこまではグッとのめり込んでなかった時期が最初の頃ってあったんですけど、パテのリーフハンド、あとブレゲ数字、あれ見て結構ノックアウトされて、あれで本気でなんかその仕事なんだけど仕事以上にのめり込んじゃったっていうのは覚えてるんですよね。なのでやっぱり最初に買ったパテックっていうかそのアンティークっていきなりやっぱり96のリーフのブレゲだったし、やっぱりねあれはねでも針の存在感は大きかったな、忘れらんないもんね。なのでやっぱねそういう立体的な造形とかはパテックほんとうまいなって思うし、あと最初の話はやっぱケースだよね。このうちの一番推してるリファレンスって言っていいのかな、トロピカル2526リファレンス。これってさ 36mm あって結構厚みがあるんですよ。このサイズ感っていうのは現行の時計慣れてる人からすればむしろつけやすいサイズかなと思うんですけど、ヴィンテージの中と結構でかい方なんですよ。96が 30.5mm に対してこいつは結構ビッグサイズで、普段僕はあんまり行くサイズじゃないんだけれども、こいつはね誰の腕に乗せてもね乗っかっちゃうんだよねこれで。ボリューム感もちゃんとあるし、でも間延び感もないんだよね。そこのバランスの取り方とかボリューム感の出し方とかは非常にねやっぱねパテックのケースって美しいなって思うものが多くてですね。だから特に2526なんかはうちがずっと推してますけれども、人の手首のサイズ選ばずね誰でも乗っかっちゃう時計なんですよ。ここはでかくて
なのでこういう立体的な造形のケース、存在感のあるケース、そういうボリュームとかそういうのを求めるとやっぱりねパテックになるな。これもいいでしょ。まあ確かにね。おー、なるほどね。ちっ確かちゃいんだけれども、うん最初の話は結構厚みとか立体感あるじゃないですか。に。はい。だから結局その時計ってさ2次元じゃないからさ、うん3次元だからケース系だけじゃないんですよ。うん厚みがあって、で厚みにもケース系に対する比率で考えるとこれめちゃめちゃ実はね厚みがある時計になっちゃうんですよね。96とか小ぶりなパテックの時計の中でも、そうするとね時計単体で置いてると気づかないんだけど、腕乗せるとねやっぱりねボリューム感があって、96はねほんとね腕乗せるとあれ意外と存在感ありますねとか小ささ感じないですねって話してくれるお客さん多いんですけど、もうそれの最たるものかなって思ってますし、他のパテックに関してもそういうものが非常に多いので、これはねやっぱね腕乗せてほしいなって思ってますね。腕乗り大事でしょ。まあ大事ですね。大事でしょ。結構そのケース系カタログスペックでさ、うちもウェブサイトとかにケース系は載せるんだけれども、バランス感とか厚みとかまではやっぱりね数字上じゃ分かんないんですよ。そこはねやっぱできたらうちの店来てもらって腕乗せて感じてほしいなって思いますね。全然初めての方でも全然ウェルカムだし、別に今日買うわけじゃないんですけどって方も、いやもうそんな関係なくって、うちのお店来てこのヴィンテージの、時計、パテック何でもなんだけれども気になるなって人はまずねこれ腕乗せてほしいですね。それも前回のブランドでも一緒だけどね、どの時計でもやっぱり腕に乗せてほしいなっていうふうには思ってますね。写真からじゃ何もわからないわかんないですね。頑張ってね写真撮ってるし、なんとか伝えたいなって思うんですけど、やっぱ最後はね載せてほしいし、あとある程度載せてくれると逆に写真から感じやすいと思う。イメージが湧きやすいと思う。でもやっぱりヴィンテージの時計と現行の時計ってサイズのバランスが違うから、同じケース系でもやっぱ違うんだよね。そこはある程度お店に来てもらって腕乗せてもらって、そこの経験値をある程度高めておいてくれると、逆に今度は写真からでも判断して判断できる精度が上がると思う、お客さんの方も。なるほど、あとあれだよね、当たり前なんだけどさ、時計としてパテックに限らずなんだけど、でもねパテック精度がいいね、経験的に。確かに。日々触っててお客様に販売して、メンテナンスとかして納品してっていう中で、パテックはどうだろうか。個体差はね絶対あるから保証するところではないんだけれども、例えば日差でさプラス10秒台とか1桁とか出る個体あるけれど驚きはしないね。調子いいなとは思うんだけれども、これはもうもう何百本に1本だとかではないんだよね。そういう精度だったとしても、もう古いやつでもね、そこがまず精度単純にいいなっていうのがパテックで、あとお客さんの手元に行ってしばらく経ってからもやっぱり調子ちゃんといいまま保ってくれてて、うちねやっぱりパテック一番長くやってるし多くやってるから、比率的にそういうお話聞かせてもらうっていうのは多いのは当たり前なのかもしれないけれども、やっぱりねお客さんがその買った時計つけてきてまた来てくれるんですよ、お客さんお店の方に。でこれめちゃめちゃ調子いいよって言ってくれる率がパテックより圧倒的に高い感じ。もう全然食らなくってとか、そういう風に言ってくれてて、お客さんの使う頻度とかは詳しくはね聞かないんだけれども、でもやっぱりね総じて調子がいいイメージなんですよ。それはもうさっきのバーシュロンとかオーデマも同じぐらいのクオリティだとは思うんだけど、お客さんのお声として聞く率が高いのもやっぱパテックなんだよね。だからそういった意味でやっぱりねパテックっていうのはやっぱいい時計だよなっていうのは純粋にやっぱ感じますね。正直どうですか、狩野さん的にはこの三大系ってどんな感じですか？三大系はね、もう
憧れなんですよ。ああ、そうなんだ。はい。まあどうしてもね予算的に買えないんでね、まあね、高いもんね。普段セイコーのヴィンテージとかはいそうはいはいいうのすること多いんですけど、はい。やっぱりね上がり時計うん。 3台になって思いますよ。思うよね。でまあ僕メンテナンスの担当なんで中の機械見ること多いんですけど、はい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 。驚いたのが、アンクルっていうああ、はいはいはい爪みたはいいなこうカチカチ動くパーツあるんはいですけど、はいはいはい。これの角っこはい。ここも面取りされてピッカピカに磨かれてるんですよ。であれ見た時はもうびっくりしましたよね。ああ、そうなんだ。こんなところまで磨くんだみたいな。もう隅々までやってるってことだね。まあそれゆえにうん。やっぱり再修理の率っていうか、うんそれも低いし、ああ、そうだよなのでね。まあ非常にいい時計だなっていうのは、はいはいはい。まあ、3台系どれもうん。言えると思うんですよね。なるほどね。ただねうん。メンテナンスのねそうだね。分解掃除の時の見積もりの額がね、ちょっとねうん。他のブランドに比べて比べればね。高くなっちゃうんで、そうだね。でかつパーツがねそうだね手に入りにくい、うん。そもそも数作ってないじゃないですか。そうだね。だからパーツがね、うん手に入りにくいっていうのはあるんで、そこは注意点かなと思いますね。年々あるね。まあでも現行のオーバーホール代と比べれば、まあパテックとはいえ多分皆さんね意外といい意味で驚くと思うんですよね。全然10万とかは基本料金ではしないし、今のところは、しないし、まああとはどうかな、まあ手巻きの方がねやっぱりおすすめしやすい部分はあるけどね、そのメンテナンスの観点であれば、そうですね。なんだけど、まあでもやっぱりこれもお時間とかある程度お付き合いいただければ、自動巻きでも最初から言ってもらってもいいかなって思うし、そこはねまあやっぱり気に入ったベースで選んでもらってどれもいいものを置いているつもりなので、どれの時計選んでも、まあ、間違いはないかなって思ってますし、あとあれだね、結構この店で時計売ってるとあるあるなんだけれども、パテックを探しに銀座に来たお客さんが来るお客さんが多いわけですよ。はい、でまあ基本新品の時計で探す人の方がまあ基本的には多いと思うんだよね。で、まあ、なぜかうちのお店のことも知ってくださってて、ヴィンテージのパテックどんなですかっていうのが、まあ、一応合わせて検討してくれる人って結構いるんだけれども、結構ね新品のパテック買うつもりで来たんだけれども、この辺のヴィンテージに惚れちゃっていつの間にかヴィンテージ買って帰っちゃったっていう人っていうのは割と珍しくないです。結構いるんですね。結構いますね。1本目からトロピカル、それが最初のファーストパテックでありファーストヴィンテージウォッチっていう方もいるぐらいで、すごいですよね。なのでそこはねなんかねさっき話したところなんだけど、ディティールとかも含めてやっぱ惚れちゃうんだよな、こういうのはね結構あるから、確かにクリーム色のこう何とも言えない柔らかい色の文字盤じゃないですか。これしかないんだよね。こういう質感はねなかなかいいっすよね。いいっすよね。優しいんだよね結構色味が。ぜひね見てほしいなって思って。セリンじゃないと出ない。これ出ないですね。しかも2回焼いてるんで、釉薬の塗り方とかもね多分現行のエナメルとは違うはずなんですよ。で結構かなり難易度高いですこいつは。で今では作れないって言われてる時計色味なんで、これはねぜひね見てほしいなと思ってますね。あとはどうかな、結構長々喋ったけれどもヴィンテージのドレスウォッチってさまあ繊細なんですよ。まあ当たり前なんだけれども、もともとから非防水のものがほとんど多いので、結構その最初の1本目で行こうかなってなる時に、まあね前回でも話した汗水ってやっぱり弱いからちょっとまあ自分の生活スタイルに合うかなとか、自分が使えるかなっていう風に思う方って
多いかもしれないんだけれども、結構ねヴィンテージのドレスって僕ね最初の1本目で言っていいと思ってるんですよね。っていうのが、特に三大系の話をすればこの辺関心持つ人って時計触り慣れてる人が多い。そもそも現行とかで機械式を結構好きで集めてる人だとか、その中でも例えばもう現行のパテックはもう持ってるんですって人とかは多かったりとか、あとそもそもやっぱ今のこういう話をしていいなって思う人って基本的に物の扱い丁寧な人が多いんですよ。でなった時にドレスウォッチのジャンルってさ、ヴィンテージだろうと現行だろうとラフに使う時計じゃないじゃないですか。そうですね。だいたい革バンドだし、夏炎天下で現行だとガシガシ使う人ってあんまりいないんですよ、僕の記憶では。お客さんと話してても、ってなってくるとわりかし使い方的にもちろんより気をつけてほしい部分はあるんだけれども、ちゃんとご説明差し上げて見ていただいて、結構ねお客さんねこの辺最初の1本目でいけるなっていう風にイメージしていただいて、その上で手に取ってくれるお客さんって結構多くって経験上、なので例えばそのロレックスのスポーツウォッチみたいなやつを現行の同じ感覚で使いたいっていうのはちょっときついじゃないですかね、いくらなんでもちょっときついなっていうのはあったりするんだけれども、ドレスウォッチっていうところであれば結構ね僕違和感なくお客さん手に取っていただきやすいんじゃないかなって思ってるんですよね。そこも結構ねおすすめしたい部分ではあるんですよ、お客さんによって。はい、では、Vlog 初のですね、前後編でしたが皆様いかがでしたでしょうか。ヴィンテージウォッチってやっぱり最初の方でも話したんですけど、敷居高いなとか、ちょっと自分使えるかなって思ってる方って絶対多いと思うんですよ。僕も最初そうだったんで、だからあんまり選択肢なかったんで最初なんですけれども、やっぱりねこういう時計ってやっぱ職人さんがね丁寧に一個一個作ってて、丁寧にやっぱりねお客さんの方も扱ってもらえたら長くねやっぱり持つ時計なんですよ。これからも長く使える時計なので、ぜひね今日の Vlog 見てもらって楽しかったな面白かったなって思っていただいた方はぜひちょっと検討してもらいに、ぜひうちのお店遊びに来てほしいなって思ってるんですよ。特に僕はねドレスウォッチ多分店で一番好きな方の人間だとは思ってるんで、ドレスウォッチの話だったらもう何時間でも僕喋れるかなって思ってるんで、ぜひそういう話したいなとか聞きたいなっていう方いらっしゃったらもうぜひシェルマン銀座本店遊びに来ていただけたらなと思ってますので、どうぞ皆さん、Vlog とあとお店の方もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今回のVlog は以上で終わりです。なので、このチャンネル面白いなとか、この動画今日の動画面白いなって思ってくださった方、いいね高評価、チャンネル登録、あとコメントですね、もしいただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。一個一個また返しますんでどうぞ、今後も Vlog の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回。これ割といいなと思いました。個人的に、これいいでしょ。これマジでいいよ。狩野さんあれだもんね。ダイヤ付き割といける人だもんね。はい。僕ダイヤ好きなんですよ。あ、そうなんだ。これマジでいいよ、ほんと。しかもブレスゲイフレアだからね。で、バシュロン純正だからね。足りない。足りないの？足りない。いけるっしょ。足りないよ。足りねえ。圧倒的に足りないよ。ダメだね。惜しい。惜しいね。でもこれ外せっから。レーザーでいけっから。でもこれプレスがいいか。結構ね、これね、俺マジで自分でいこうかと思ったんだよな、なんか。何よりね、コンディションいいんだよ、これそもそもが。ラグのとことかさ、結構エッジパキパキじゃん。これ昔ってダイヤなしで革ベルトのやつで入ったことがあって、僕多分ね、2年目とか3年目ぐらい。これね、その時はリファレンス知らなかったんだけどね、めちゃめちゃ今でも覚えてて、結構マジで欲しかったんだよ、その時。なんかこういうのもなんか、一本あってもいいなーってヴィンテージ買うんだったらって思ってて、久しぶりの再会なんだけど、改めて今見てもね、いいよ、これ。なんか、ボーナスカット的に今の話使うんだったらみたいな。ちょっとあんまそういうつもりで喋ってる。ちょっと最後の方。最後の方で。使うかも。
撮影後みたいなエンドロール後みたいなやつでしょ